その前の職場のオーナーからモンジの作った会社と取引するなと、気軽に始めるとこんなにも後で苦労するんだみたいなやっぱ目的とか目標がすごく大事だと思っているので、引っ越しで笑顔に人生を斜め上と。アプリックスセンターが今の規模になるまで、いくつかの挫折であったりうまくいかないこととか失敗とかを経験されてるかなと思うんですけど、それをどう乗り越えてきたとか、そういうストーリーがあったら教えていただきたいです。失敗っていうことに関してはパッと思い浮かぶことってないんですけど、大変だったこととかで言っていくと、設立した時に若かったこともあって、前職も引っ越し会社同業だったんですけど、1年時間も経ってましたし、正直その時はやっぱりいろいろ思うこともあったので、何も言わず創業しましたと。本来であればどういった関係であろうとも同業なので、前職の社長とかには挨拶行って筋通すっていうことをやればよかったと思うんですけど、最初はやらないで始めまして、段ボールを仕入れるとかそういう取引先も当然前職で知っていた会社に声かけたりとかしてたんですよね。そしたら代わる代わるお取引を結構断られまして、その中でモンジさんがまた会社やるんだったら取引しますよって言ってくれたところがあって、聞いた話だとその前の職場のオーナーからモンジの作った会社とは取引するなと。で、取引するんだったらうちの取引切ると言われてると。なるほどと思ったこととかがあって、もともと前職の会社自体にも自分が他から引っ張ってきた人とかもいたので、声をかけたりとかした部分もあったんですけど、別にいいけどちゃんと数字を通した方がいいんじゃないのっていう風に言ってくれて、で自分もやっぱりそうだなと思ったので、しっかりと話をしに行って数字を通したみたいなことはありました。取引先に対してうちと付き合ったら取引止めるぞって言われたのは結構大変でしたけどね。それだと売り上げが落ちてしまったのがあると思うんですけど、切り返しを作ってると売り上げ落ちることないんですけど、これから使おうと思ってた業者が使えなかったりとかしたので、探すの大変だったりとかですかね。そういったことがなくても、例えば前職の会社だったらこの料金でやってたから、僕としては新しく行っても同じ料金でやってもらえると思ってたら、すごい塩対応されたりとか、やっぱ若くて知らないんで、会社の看板とか自分が肩書きがなくなったりとかするとドライになる人もいるんだなっていう勉強とか、あとはやっぱり株式とかですかね。アップル始めた時も実は株式持ってる人がいて、最初折半で一緒に会社やろうみたいな話から始まったので、僕も全然株式のことが無知だったので、分かりましたみたいな軽いノリで始めてしまったら、後々それが火種となって1年間内容証明の文通するとかっていうこともあって、結果買い取れたのでよかったんですけど、な金額のお金も払いましたし、気軽に始めるとこんなにも後で苦労するんだみたいな。共同経営みたいなのってうまくいかないでよく言われると思うんですけど、そういうのはあったんですか？そうですね。だから共同経営に限らず、おそらく経営ということに関していわゆるザ中小企業みたいな走りがけだと無知な人が多いので、最初はとにかく稼ぎたいとか成果出したいとかっていうのだけで走り出すと、やっぱその先にあるちゃんと目的とか目標とかっていうのをすり合わせとか役割分担とか、未来どうなったらこうなるとかっていうのを決めてないと、やっぱそういうザコザっていうのはやっぱ起きるっていうのは周りの経営者見ても思いますね。それこそその株を持っていた方とかと揉めてた時1年間はうちを辞めた社員とかをですね引き抜いてですね、また引っ越し会社作られちゃったりとかですね、とある時は所有権ってもちろん最初に作った人が持ってるんで、実はうちのホームページもそうで、その株式持った会社が IT 系だったので所有権そっちになっていて、ホームページ剥がされちゃったりとか、だから今でこそいい勉強させてもらったなと思うんで失敗だとは思わないんですけど、もしもう一回仮にやるとしたら、その株の問題とか権利関係とかはしっかりやっといた方がいいかなとは思いますね。引き抜き行為みたいなのがあった時にどのくらいいなくなったとかあるんですか？その当時別に人数はそんなにいなかったので、10人いる社員のうちもともと辞めてた人も踏まえて 3,4 人とか、割と早いタイミングでしたけど、で当然その新しく作られた会社もうちを辞めたやつが言ってるわけなんで、同じ取引先使うわけですよ。いやこれいい方法だなと思って、自分もそういう似たようなことしたからしょうがないかと思いつつ、ただあの会社も潰れますよって取引先にも言われたりとかして、取引を前金にしてくださいとか、なんでですかって聞いたらそんなこと言われましたみたいな。ちょっと待ってくださいよと。うちも実績あるし、今までこれだけ付き合ってきたのに、いきなりそんな話信じて、前金とかって言われることに、そんな感じで噂信じて、さらっと態度変えるんだみたいな人も複数にいて、なるほど、こういうこともあんのかと。どのぐらいの時期なんですかね？もうでも、2008年とかなんで、創業3年目ぐらいですね。立ち上げて間もない時にいろいろ起きてるっていう感じですか？そうですね。唯一2009年創業からこれも3年目ぐらいの時に、このまま会社続けていいのかとか、辞めたいなってちょっと泣いた時があって、それは何かというと、単純に目的目標がちゃんと定まってなかったからだと
最初のこの会社作った目的は家族を養うために生活費稼ぐことみたいな趣旨で始まったのですぐ達成されて、で普通にやってたら数字伸びていくから楽しくなってしまって、なんか勢いに任せてやってて、で人数増えてきた時に壁にぶち当たって、人のマネジメントですごく苦しむみたいな、しっかりとそういう道筋を立てられてなかったんで、一貫性がなかったみたいな話で、結論付けて、そこからはもうすっきりないんですけど、そういう意味では、会社もやっぱり何のためにやるかっていうのはちゃんと打ち立てとかないとダメだなっていう学びですかね。なんかそのいろいろ試行錯誤していく中で今の規模に大きくしていけたっていう感じですかね。だから失敗って言われたらもう失敗してばっかですよ世の一般的に言う失敗っていうのはマイナスイメージ多いですけど、そもそも挑戦しなかったら失敗しないし、失敗することよりも挑戦しないことの方が後悔するし、そもそも途中で終わらせるから失敗であって、いくら途中で失敗しても最後成功すれば別にそれでいいし、だからやって失敗したやつとやらないで失敗してないやつだったらやって失敗したやつの方がいいよねみたいな、そういう文化も作っていきたいなと思ってます。会社で挑戦してることとかってあったりしますか？基本はやっぱりその引っ越し業界をよく変えていきたいと思ってるので、それ自体が挑戦ですし、会社を成長させるっていうこと一つ自体も全部未知ゾーンじゃないですか。だって僕別に人生2回目でもないし、全てのことが2回目3回目っていうことじゃないので、全てがそういう意味では挑戦で、よく社員でもこれやってみるって言って、いや自分はやったことないんでちょっとできませんとかたまに言っちゃうやついるんですけど、いやいやちょっと待って、俺も社長やったことないから全部やったことないんだけどみたいな僕で言うと大事にしてることは、リフレーミングみたいに思考的にはみんながダメだっていうことを本当にダメなのかと、逆にみんながこんなのうまくいかないよとかそれはダメでしょっていうことを逆にやりたくなっちゃう。やっぱりみんなと同じことをやっててもうまくいく試しはないので、後発できてる僕らが勝てる要素もないと思ってるので、意外とその逆張りとか、勝手に僕一石三鳥思考とか言ってますけど、一つのことをやった時にいいことを3つぐらいあるんじゃないのみたいな、応用しようみたいな、使えるものは全て使ってしまおうみたいな感覚もあるので、それをやっぱ実践していくと、ウェブでの自動予約とかそういったものもあそこまでしっかりとやってるのは業界初ですし、NPS 経営だとか言って評価仕様で NPS 作ったのもご仕事で初めてですし、それが挑戦だというふうに捉えられるんであればいっぱいやってってます。確かにこれからその会社自体をどう成長させていくかとかビジョンみたいなのってありますかね。やっぱ目的とか目標がすごく大事だと思ってるので、引っ越しで笑顔の人生を斜め上と。一番やりたいことは、僕みたいに世間一般的に普通に見たら学歴もない大した職歴もない人でもやっぱやったら人生別に全然幸せに生きれますよ、豊かに生きれますよっていうことを一人でも多くの若者に実践してもらいたいなと思ってますし、現場で働いた時にすごくいいこといっぱいあるんですけど、嫌だったのは未来に夢とか希望を持ってる人が全くいないなっていうことがすごく嫌で、なんかまだまだ若いのになんかもう人生諦めてんのかいって思うぐらいの人がいたんで、そういう人ではなくて未来にちゃんと夢と希望を持ってそういう若者を育てていきたいなっていうのが一番やりたいことですね。資本主義社会だと会社のために組織があるとかなっちゃいますけど、本来逆だと思っていて、一個人のために会社が必要だからあって、優先順位をちゃんとしっかりと人に最優先にして、どれだけ先ほど言ったような若者を輩出できるかということをやっていきたいなとは思ってます。これから社会人になる若者たち世の中的に仕事ってすごくつまらないものとか、なんかお金を稼ぐためだけのものみたいに捉えてる風潮ってすごく残念だなと思ってまして、一つはせっかく自分の人生生きてるのに大半の時間を仕事で使うと、この時間がすごく窮屈なものであること自体がすごく人生もったいないなって思うので、僕は仕事っていうのは本当に自分の人生を豊かにしてくれるツールだと思ってますし、自分の人生のために仕事を思いっきり利用してやればいいと思うので、世間一般のよくわからない仕事ってきつい、仕事嫌だとかっていう発言に惑わされずに、仕事っていろんな機会を与えてくれるので、そういったものを楽しみながら前向きに仕事することによって自分の人生にとっても有意義になると思ってるので、仕事っていうものに対して変な先入観を持たずに純粋に取り組むということで自分の人生が豊かになるっていうことを信じて前向きに働いてもらいたいなと思ってます。モン社長の動画とかサイトとか見て一緒に働きたいみたいな思いがある人とか、ちょっとでも興味ある人がいるかなとは思うんですけど、そういった方ってどうしていけばいいですかね。いつでも募集はしてますのでホームページとか採用サイトとかありますから、ぜひそこからお問い合わせいただけると嬉しいなと思いますし、誰でもいいわけではないですけれども、自分の人生豊かにしたいとか、何かそのチャレンジしている会社で一緒に自分もチャレンジしたいんだ、成長したいんだとか、やりたいことはまだわからないけれども何かに一生懸
懸命打ち込んでみたいとか、そういった方がいればぜひ一緒に働きたいなと思いますので、ご応募いただければなと思います。新卒の方も中途の方も採用されてるという認識で問題ないですかね。そうですね。はい。ありがとうございます。ぜひ気になる方はサイトに飛んでいってチェックしてみてください。